皆さんこんにちは。柚月ゆかりです。今日は実物のスピットファイアとラジコンのスピットファイアの操作の違いを簡単に説明した後に、実際にラジコンのスピットファイアを飛ばしてみたいと思います。まず目の前にある操縦桿です。これを右手で掴んで左右に動かすと、主翼の翼端が上下に動きます。これで飛行機の機体の左右のバランスを制御します。ラジコンも同じで、右手で左右に動かすと、主翼の翼端が上下に動いて左右のバランスが制御できます。続いて、右手で操縦桿を前後に動かすと、水平尾翼が上下に動いて機体の前後のバランスを制御します。ラジコンも同じで、右手で前後に動かすと、水平尾翼が上下に動いて前後方向のバランスを制御できます。次に左手です。左にあるスロットルレバーを前後に動かして、エンジンの出力の調整をします。ラジコンも同じように、左手の前後でモーターの出力を調整できます。次に足元です。足元のペダルを左右に蹴ると、垂直尾翼が左右に動いて、機体が進む左右方向を制御します。ラジコンの場合は立って操作するので、足が使えず、代わりに左手の左右で、垂直尾翼の左右を動かします。あとは、タイヤの出し入れ。それとフラップがあります。それでは早速、ラジコンのスピットファイアを飛ばしてみましょう。ちょっと動画の編集の仕方を編集しなくていいや、コメントだけ入れりゃいいや。やり方今度教えてもらえれば。そもそも自分のところに取っておくと何かあった時消えるから全部 YouTube に置いとくんです。ランウェイ36、ウィンド310、03ノット。テンプ、5ディグリーソースイズ。あれって容量制限とかあるんですか？ないです。あ、じゃあ好きなだけ？好きなだけ。しかもクリアトゥテイクオフ。最初はゆっくりと慎重に。ラダーが効くようになったら、尻尾を持ち上げて加速します。この時代の航空機は、自ら離陸するので待ちます。ポジティブレート、ギアアップ。実物とラジコンの大きな違いは、視点が内部か外部かです。もちろん、ラジコンが外部視点です。あとは計器がないのと、墜落しても死なないのが大きな違いです。外部視点であることのいいところは、かっこいい外見を自ら第三者の視点で見れることです。どうでしょう？かっこいいですよね。それでは、私が機体の説明をするぞ。この機体は、スーパーマリンスピットファイアマーク9の C 翼で翼端はノーマル、武装は B タイプだぞ。ゆかりさんが飛ばしていたスピットファイアと全くの同型だぞ。ラジコンとしては、フリーイング製のフライトラインシリーズで、全幅 1600mm、全長 1350mm、飛行重量 3.6kg 程度。ほぼ完成している状態で売っているのが特徴で、お値段5万円程度を支払えば、誰でもこの状態のものが入手可能だぞ。妙にフラフラ飛んでいるのは、寒くて手が動かないからです。低速では実物よりハイパワーで、事前に加速しなくても宙返りできます。実物は手が届きませんが、ラジコンならなんとか買えますよね。どうですか？欲しくなってきたでしょ？なお、幅 1600mm と聞くと大きく感じるかもしれませんが、ラジコンとしては中型で、中型の中でやや小さい部類になります。
ラジコン飛行機は基本的に大きいものほど操縦が楽になるので、皆さん大きなものを飛ばす傾向が高いです。それでは着陸をしましょう。ラジコンなのでエンジンが邪魔で前見えないとかはありません。こういう飛ばし方してる限りはね。ギアダウン。それ以外は実物の着陸と同じです。出ることを思いましたけど、あれはなかったな。すごいゆっくり出るんですね。ランディングフラップ。ターンレフト360。ランウェイインサイト。コンティニュー。簡単でしょう。それでは高評価とチャンネル登録もしましょうね。ではまた。あら、そんなこと言うからな。あらありがとうございました。はい